皆さん、こんにちは。プログラミング学習チャンネルの武士道です。昨年 Python 3.9 の安定版がリリースされ、また今年 Python 3.6のサポート終了から新しいバージョンに移行される方が多いと思います。今回は Python 3.9の新機能のうち注目すべき機能の紹介と実行例を紹介したいと思います。また、今回実行するにあたりイスラエルやアラブ首長国連邦の中東アジアやイギリスやフランスのヨーロッパで話題のリプリットを利用します。リプリットは50種類以上のプログラミング言語に対応しており、Web ベースのシンプルで強力なオンライン IE やエディタ、コンパイラ、インタプリタ、リプの機能を持っています。興味がある方は概要欄に URL を載せておきますので、利用してみてください。なお、リプリット社の案件ではないのでご安心ください。では、Python 3.9 で追加された注目すべき新機能を3つ紹介していきます。まず1つ目の新機能は、接頭語や設備語を取り除く Remove Prefix と Remove Suffix メソッドです。では、実際の挙動を見ていきましょう。リモプレフィメソッドを利用することで、接頭語を取り除くことができます。今回の場合だと、先頭の ABC アンダーラインを指定することで、それ以降の def.txt が出力されました。もし接頭語を指定しない場合は、エラーが出ずテキストそのままが出力されることになります。Remove the Fix メソッドを利用することで、設備語を取り除くことができます。今回の場合は、テキストを取り除いた ABC アンダーラインデフが出力されます。実は多様なメソッドがあります。Python 2.3 で追加された lstrip と lstrip です。その挙動を見ていきましょう。最初の2つの実行は、今回追加されたメソッドと同じ結果になっています。しかしながら、3つ目の実行を見てわかる通り、想定と異なる結果になっています。このユーザーを混乱させる問題があるため、新たに接頭語、設備語を消すためのメソッドが追加されたとのことです。2つ目の新機能は、辞書の結合の演算子の追加です。まずは、従来の辞書結合のやり方を見ていきましょう。従来の方法だと、結合をするためにアップデートを利用する必要がありました。しかしながら、アップデートを利用すると、元の変数に代入されてしまうため、一度コピーを利用しめんどくさい処理になっていました。見ていただいてわかる通り、今回追加された辞書演算子を利用することで、めんどくさい処理なしで意図的に動作させることができます。3つ目の新機能は、組み込みジェネリック型のヒント機能です。Python に型と思われる方もいるかと思います。まずは Python 3.5 で追加されたタイプヒントを見てみましょう。
GitHub などを見ていても使っていない方も多く、Python 初心者の方はあまり知らない方が多いと思いますが、実は Python には型を与えることもできるのです。今回のサンプル関数で言うと、引数にストリング型のテキストという変数を与え、返り値は none、つまり返り値なしを示しています。何が言いたかったかというと、Python にも型の説明、アノテーションを入れることができ、今回その仕様が変わったということです。まずは、今までの方式を見ていきましょう。今まで実際の型定義と型のアノテーションは別々のモジュールで定義されているため、個々にタイピングのリストやディクトモジュールをインポートする必要がありました。また、括弧で引数として別の型を指定できる型をジェネリック型と言いますが、適切なジェネリック型を返すことができませんでした。Python 3.9 からは、リストやディフォルトディクトなどの組み込み型を修正し、演算子をサポートして型を指定できるようになりました。リストなどの型オブジェクトの特殊メソッドクラスゲットアイテムが適切なジェネリック型を返すようになりました。実際に Python 3.9 の動きを見ていきましょう。この機能追加により、タイピングモジュールのリストやディクトなどはレプリケートされました。Python 3.9 リリース後、5年後に削除される予定になっていますので、注意しましょう。注目すべき3つの新機能を紹介してきました。今回紹介できませんでしたが、タイムゾーン名機能が追加されたりなどの他の機能も Python 3.9 では追加されています。新機能以外にも、モジュールなどの修正改善がありますので、興味がある方は Python のレファレンスを確認してくださいね。動画を見ていただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また、次回の動画で会いましょう。